今日はダブルホテルのあるスミニャックエリアを中心に足を伸ばしていきたいと思います。ちなみに私たちは遅起きなので、すでにお昼の時間でございます。お昼の時間の場合、今景色がよく見えてて、すごくいいです。この竹のトンネルもちゃんと撮っていきたいと思います。昨日は夜だったからね、昼間もちゃんと撮っとかないと。改めて見るところ本当にすごいですよね。めちゃくちゃ綺麗だぞ。で今日は事前に行ってみたいカフェあったんで調べておいて、そっちまで歩いていきたいと思います。途中で写真とかたくさんパシャパシャ撮りながら、だいたい10分くらいかな、歩きました。今日快晴ですごい晴れてて、すごい雨季なのかわかんないぐらい天気良かったです。やっぱこの南国っぽさ本当に私好きです。すごい色合いが可愛くて、歩くたんびに写真撮ってました。すごいお目当てのお店到着です。可愛い外観、ハインドコミュニティっていうお店です。パステルピンク、とっても可愛くないですかこのお店。バイクもちゃんと合わせてピンクになってました。早速入店しましょう。こっちがメニューです。メニューもピンク色でした。気になるメニュー注文していきたいと思います。店内も可愛くてついパシャパシャ。頼んだのはアサイーボールとパッショネートソウルっていうカクテルとオレオシェイクですね。このアサイーボールの中にバリっていう文字入ってて可愛かったです。ご飯としてメキシカンブリトーとローデッドフライ注文しました。すごいもう全部美味しそう。まずはポテトをいただいちゃいます。このポテトの上にキャベツ乗ってて一緒に食べるんですけど、食感すっごい良かったです。キャベツとポテト合うんだって感じで初めてで感動しました。面白くないですか？油と野菜でカロリーゼロ理論みたいな。でこのかかってるソースもピリ辛で美味しかったです。続いてブリトーです。ブリトーもこれもめちゃくちゃ美味しかったです。このパリッとしたトルティーヤの中にたくさんの野菜とお豆と米とサルサソース入ってて一体感すごかったです。こんなに美味しいブリトー初めて食べました。うまい、うま見てこの中身、具材がギュッと詰まってるブリトー、うま。最後にアサイーボールです。この上にはナッツとバナナとマンゴーとドラゴンフルーツのシャーベット乗ってました。野菜自体さっぱりしてて、フルーツと一緒に食べるとちょうどいい甘さで、野菜大好きなんで美味しかったですね。可愛いのに美味しい、もう最高です。大満足です。他にも美味しそうなメニューいっぱいあったんですけど、ちょっとこれ以上食べられなかったんで。カクテルは1杯13万5000ルピアだったんですけど、なんかお昼の時間帯は2杯で15万ルピアになりました。なので同じものをおかわりしちゃいました。美味しかったです、このカクテル。可愛いカフェで美味しいご飯食べれるので、ぜひおすすめのお店です。またバリ島来たら行きたいお店ですね。でちょっと食後は暑すぎたんで歩いて帰るのしんどくて、ゴジェックでバイクタクシー手配しました。やっとここでバイクタクシー乗ったんですけど、もう楽しすぎましたね。久しぶりのバイクタクシーも最高で、この後はもうバイクタクシー使いまくります。でバイクでこの通る道も最高に気持ちいいですね。でとりあえずホテルに戻ったんでプールでまったりします。やっぱりお酒飲みながらのプール最高ですね。最高だ。日光浴。まあちょっとプール満喫したんで外に出たいと思います。スミニャックエリア、ショッピングエリアあるんでそっちにも行ってみたいと思います。まあバイクタクシーハマったんでまたバイクタクシーに乗ります。そういえばヘルメット貸してくれたり貸してくれなかったり、人によってヘルメットがないです。でショッピングモール行ったんですけど、買いたいっていうものがあんまり特になかったです。でショッピングモールの周りに賑わってたんでちょっと片付いてみようかなって。パシャパシャしながら。すごいトラックに人めっちゃ乗ってる。海外感すごい。手振ってくれた。
可愛い感じのお店があったから入ってみたりとプラついてたんですけど、買い物は特にしませんでした。だけどお土産は欲しいので、そろそろお土産買いたいなってなって、ここら辺で一番大きいビンタンスーパーマーケットってとこにバイクタクシーで行くことにしました。ですが、ここで事件発生です。バイクタクシー別々に乗ってるんで、同じ目的地に行くはずだったんですけど、友達となんか違うルートで行くことになってしまって、はぐれました。後ろ向いたら私一人で焦りました。で、動画は友達がスマホで撮ってくれてるんですけど、ショートカットするためなのか、地元民が通る道みたいのを使ってるっぽいです。で、私ははぐれた時全然英語できないから、何かあったらどうしようってずっと考えてました。やばい。知らない動画。全然違う道行ってるよな。結果私の方が少し早く着いたんで、あの道は一体何だったろうんだろうなって後から話してました。私は結構待ってましたよ。5分ぐらい待ってたかな。そんな感じでスーパーに到着です。で、ここは観光客の方もとっても多くて、お土産を揃えるにはいいスーパーかなって思います。で、ちゃんとしたインドネシア土産から食料品や日用品、美容グッズなど何でもある感じです。で、私たちはお菓子とインスタント食品と美容グッズとか中心にいろいろ買いました。で、タクシーでホテルに荷物置きに行って、本日の夜は昨日とは違う別のビーチクラブに行ってみようと思います。調べたところ、東南アジア最大のビーチクラブがあるってことなんで、絶対行こうぜって言って向かいます。で、向かってる途中にスコール降ってきたんですけど、やばい、大丈夫かなってのさ、着く頃には止みました。よかった。こっちの雨降ってもすぐ止むんで、本当にいい。さあ、看板が見えてきました。すごい大きいぞ。今回行くのはアトラスビーチクラブでございます。いいね。すでに入り口の方まで音楽聞こえてくる。で、入場にはセキュリティチェックがあって安心です。で、飲み物の持ち込みはできないんですけど、退場時に返してもらいます。で、入場料として1500円ぐらいかかるんですけど、ワンドリンクチケット付きなんで、実質入場料無料みたいな感じですね。日本とかとも同じ感じかな。で、ゲートをくぐった後歩くんですけど、ここはあんま人いなかったね。子供用エリアもありました。で、昨日行ったところもそうなんですけど、ビーチクラブは日中からやってるみたいですね。すごい奥に進むにつれてどんどん音が大きくなってくる。ですごい昨日と違って騒がしい感じだからもう楽しみでございます。久しぶりのクラブ楽しみでございますって感じ。で、ここもソファー席だったり大きい席はミニマムチャージがかかって15,000円くらいだったと思うんで、大人数できたらこう使ってみてもいいのかなって思いました。で、中心のメインステージは照明やモニターがギラギラでDJ の方おりました。ついにクラブっぽいとこにやってきたって感じ。ね、いいですね。で、お客さんほぼ外国人の方なんですけど、ステージ前に集まってる人は踊ってる方も結構いました。ちょっとこれ著作権で弾かれてるかもしれないから流せない。私の好きな歌が流れてるのよ。まずはお酒もらいたいからドリンクもらいに行きたいと思います。ドリンクは後ろにこのDJ のブースの後ろにあるバーカウンターで、1杯目はチケット、その入場時にもらうチケットで交換できます。何にしようかなと思って、確かパイナップルのカクテルとヤクルトのカクテルにしたかな、確か。で、さあ飲み物もゲットしたから DJ ブース前行こうと思ったら突然のスコールでございますすごい、だからみんな屋根のある場所に避難してきました。避難タイムで5分くらいしたら止んだんで、外出たらすごいパフォーマンスの超厚底のお姉様方おりました。厚底っていうかな、竹馬みたいな感じなのかな。すごい、私もあれやりたい私もこれやりたい。すごい手振ってくれた。かわよい。で、もうちょい中散策して歩き回ってたらロッカー見つけました。入り口入ったら左側にあります。この受付の方にデポジットで5万ルピア渡すと鍵が交換してもらえます。で、鍵戻したらお金戻ってきます。で、ついでにこの奥にトイレあったんで、トイレ行ったら結構感動したんで共有させてください。すごいリステリンとか乳液とかリセッシュ的なものとかカミソリとかありました。他にも女性用のナプキンあったりとか、全身鏡もあって、あと綺麗なシャワー室あって、ドライヤーまでありました。すごい、こういう施設でここまで気遣いのあるトイレ素晴らしいなって思いました。プール入ってすぐシャワーできるようにって感じですよね。
で、ここもプールあって入ってみようと思って水着に私はなってみました。ここロッカーで着替えられるんでね。で、水着になって足をプールにつけてみたら冷たすぎて、これは無理だって諦めました。なので速攻でまた服着ました。そして中央のステージに戻ってきます。やばい、パフォーマンスやってる方も結構いました。で、私は基本 EDM 系の曲が好きなので、そういう時はノリノリでございます。今日は多分お客さん比較的に少ない方かもしれないんですけど、有名な DJ の方とか来るとめちゃくちゃ混むらしいんで、席も予約いっぱいになるみたいです。すごいんで、日本と海外のクラブ行くと踊り方がみんな違うからね、見てて面白いんだよね。で、常にここはスタッフの方がいて、動きが危なそうな人とかは連れ出したりとかされてました。なので結構安全な場所なのかなって思いました。その後お酒おかわりして1時間くらい滞在しましたね。楽しんだので帰りたいと思います。ここのビーチクラブはまた来てみたいですね。混んでる時どんな感じなのか気になります。で、出口の方、ここから歩いてったら普通のクラブもあって、こっちにもクラブあったんやと思って、こっちの方がすごいなんかセクシーなお姉様方たちがたくさんいました。お姉様方たちが結構たくさんいました。本格的なちゃんとクラブの衣装って感じの方がいっぱいだったかな。クロックスじゃ入れないですね、これ。ちゃんとヒールとかじゃない人。で、ここビーチクラブのチケットでは入れなくて別料金って感じでしたね。時間も遅かったんで今回は断念です。こっちの方おしゃれな方もいっぱい多かったから次回来たら行ってみたいです。ちゃんとヒール持ってこないと。で、そんなこんなでホテルに帰る前にご飯買って帰ろうってなったんで、だから美味しそうなハンバーガー屋さんまでタクシーで来ちゃいました。ボスマンっていうお店です。いろんな種類のハンバーガーありました。めっちゃ悩んじゃいました。どれも美味しそうで。悩む。注文して、そしたら目の前で作ってるとこが見れます。すごい食欲がそそられますね。で、時間11時過ぎてたくらいだったんで、お店は結構ガラガラでしたね。で、シンプルで綺麗でとってもいい感じのお店でした。こちらはテイクアウトしてホテルで食べたいと思います。このロゴも可愛いニコちゃんマークみたいな。で、帰りもバイクタクシーで帰ろうと思ったんですけど、なんか全然捕まんなくて、そしたらなんかそこら辺のお兄ちゃん方が話しかけてきて、アプリで表示されてる料金と同じ料金で乗せてあげるよって言われたんで、お願いしたんですけど、降りた時にもチップ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 めっちゃやばかったです。で、この時めっちゃ面白かったのが、乗ったバイクタクシーにせっかく買ったハンバーガーを置いてきちゃって、ロビー着いた瞬間、やばいって言って、急いでそこに立ってた警備員の方に話しかけて、バイクタクシーに忘れ物したっつって、何をっつったら、ハンバーガーっつってめっちゃ笑われて、それは大変だみたいな。でもそのセキュリティが結構ここしっかりしてるホテルだから、ちょうどゲート抜ける前のところだったから止めてもらって無事受け取ることができました。食べれずに終わるところだったバーガー。部屋に帰ってきたので早速食べたいと思います。買ったのはトリュフフライドポテトと、よくわかんなかったから一番値段高かったヌメローノっていうハンバーガー買いました。トリュフフライドポテトはソーストリュフ味でもう普通に美味しかったです。見てください、このハンバーガー。肉汁。最高ですよ。正直これも過去最高レベルでマジで美味しかったです。持ち帰ってきてちょっと時間経ったのにマジで美味しかった。でも味はザ・ハンバーガーなんですけど、肉の味と肉汁半端なかったです。で、今回食べて寝て、ここからすぐおねんねしました。で、次の日起きたらすぐチェックアウトで、さあ、翌日の早朝にバリを出発するので、空港近くのホテルに移動したいと思います。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。